これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。長く住めない部屋。体験者 H さん、60代男性。私は42歳から55歳までパートナーと2人で関西にある11階建てのマンションの10階に住んでいました。住み心地は悪くなかったのですが、一つ気になることがありまして、隣の部屋がどういうわけか住人が長く居つかない部屋だったんです。引っ越してきてもだいたい1ヶ月、長くても3ヶ月ほどでいつの間にか出て行ってしまう。私が住んでいた十数年の間にその部屋の住人は10組ぐらい入れ替わりました。どうして隣の部屋だけこんなに人が変わるんだろうね。パートナーともそんな話をしていました。そして今度はその部屋に再婚したというご高齢の夫婦が引っ越してきました。そんなある朝、異常なことが起こりました。私が仕事に行こうと玄関を出てエレベーターに乗り込むと、床が真っ赤な液体で染まっていたのです。気にはなりましたが、急いでいたので、そのまま仕事に向かい、夕方帰ってきた時、同じフロアの住人を見つけたので、何気なく聞いてみました。今朝、エレベーターで何かありました？ああ、お宅の隣の部屋なんですけど、ご高齢の夫婦が住んでらしたでしょう。その奥さんの連れ子が、旦那さんを刺し殺したそうよ。今朝、私が何も知らずに乗り込んだエレベーター。赤く染まっていたのは、全部血だったのです。刺した後、犯人はそのまま逃げたらしく、詳しいことは私にもわかりません。自分が住むマンションで殺人事件が起こるなんて、本当に驚きました。この事件の後、隣の部屋はまたしばらく空き家になっていました。そして半年ほど経ってようやく韓国人の家族が引っ越してきました。ちょうど春先でお子さんがこれから小学校に上がるようで、入学式に行く格好をしていたのを見て、今度こそ長く住んでくれるかなと思ったんです。でも1週間後、この家族も出て行ってしまいました。彼らが引っ越していくのと入れ替わるタイミングで、その部屋に入っていく人物を見て、思わず独り言を言ってしまいました。ああ、やっぱり、隣はそういう物件だったのか。それはお坊さんでした。誰が呼んだのかまではわかりませんが、お祓いをしているようでした。さすがに気になった私は、後日、マンションのことを事故物件検索サイトで調べてみました。マンションには炎のマークがついていて、そこにはこんな内容が書かれていたんです。数年前、マンションから女性が一人飛び降り、何階からだったのか
そこまでは書かれていませんでした。なので、隣の部屋が事故物件なのかどうかは不明です。幸い、お坊さんがお祓いに来た頃には、私もマンションから引っ越すことが決まっていたので、その後、この部屋がどうなっていたのかも知りません。ただ、引っ越した先が同じ市内でしたので、たまにこのマンションのあたりを散歩することがあります。今でもマンションを見上げて、お隣さんの部屋のベランダを見てしまいます。いつ見ても人が住んでいる雰囲気があるんです。もしかしたら私が見るたびに部屋の住人は入れ替わってるかもしれないですけどね。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こり得る実話怪談の世界をお楽しみください。そして、あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーとサイン入り名刺をプレゼントしています。8月は鹿児島でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。たたられちまった。体験者 H さん、40代女性。私は父に稲荷神社にだけは絶対に行くなと言われ育ってきました。そう言われるようになるきっかけとなったのがこっくりさんでした。怖い話が大好きだった私は小学生の時に仲の良かった友達とやってみようという話になったんです。やり方を調べてみると、紙と10円玉とペンが必要で、さらに最後に使った紙を燃やさなきゃいけないことが分かりました。でも自分たちでライターなんて買えません。しょうがないので、親に頼んで出してもらおうと思ったんです。家に帰って母に言いました。紙と10円玉と、あと火がつくものが欲しいんだけど。何するの？最初は怒られるかと思って黙っていたんですが、結局白状しました。こっくりさんをやりたいの？は？そういうの良くないんじゃない？母が露骨に嫌な顔をしていったその時、奥の部屋から父が起きてきました。父は音響関係の仕事をしていて、その日は泊まりの仕事明け。朝に帰ってきて寝ていたところだったんです。何の話してんだ？まだ眠そうな顔で父が母に聞きました。この子がこっくりさんをやりたいって言うのよ。絶対にやめろ。突然、父の声色が変わったのが子供ながらにわかりました。父はどちらかというと感情的に怒るタイプの人でした。なので、怒るにしても、いつもみたいに
そんなのやめろよとか大きな声を出すんだろうな、と思っていたんです。でも、その時は違いました。大声ではなく、低くて静かで、それでいて絶対に譲らないような真剣な声でした。私はなんだか怖くなって、ダメって言われたって友達に伝えてくる。と、その場は引き下がりました。結局、この日以来、コックリさんは一度もやっていません。しばらくして、私は父に聞いてみました。あの時、どうしてあんなにコックリさんに反対したの？すると父が自分の子供の頃の話を聞かせてくれました。父は小さい頃に養子に出されていました。その家は食べ物屋さんでいつも忙しく、それに血のつながった家族ではありませんから、あまり構ってもらえなかったそうです。少し寂しい子供時代だったのだと思います。そんな父を可愛がってくれる人がいました。近所に住んでいた年上のお兄さんです。優しくて頭が良くて、父はそのお兄さんに懐いて遊んでもらったり、勉強を教えてもらっていたそうです。ただお兄さんとはだいぶ年が離れていましたから、父がまだ子供のうちにお兄さんは大人になって働き始めました。電柱や電線を点検して回る電気関係の仕事だったそうです。二人一組であちこちの現場を回る毎日。そんなある日、お稲荷さんを祀った小さな祠のすぐそばの電柱を点検することになりました。お兄さんと一緒に組んでいた同僚は普段より気をつけて作業していたそうです。それなのにお兄さんは足を滑らせて落ちてしまいました。そんなに高い場所ではありませんし、大きな怪我もしませんでした。ただ、落ちた拍子にお稲荷さんの祠にぶつかってしまったのです。壊したというほどじゃない。でも少しだけ傷をつけてしまった。その後、お兄さんは高熱で寝込みました。あれは、たたりじゃないか。周りの人たちは、お稲荷さんの祠を傷つけたことを知っていましたから、そんな噂が流れ始めました。お兄さんはその後、ぱったりと仕事に行かなくなってしまったそうです。ここから先は、近所のおばさんから聞いた話だそうです。その話好きのおばさんがある日、お兄さんの家を訪ねて行った時のこと。うちの子、まだ寝込んでてね。おばさんは玄関先でお兄さんの母親と立ち話をしていた時、気づいたそうです。いつの間にか音もなく母親のすぐ後ろにお兄さんが現れたことを。その佇まいが異様だったんです。地べたに座り、両膝を立てて
大きく開いた。まるで動物がお座りをしているような格好だったそうです。そして顔を見て寒気が走りました。笑ってなんかいないのに、目だけがつり上がって笑っているように見え、一言も喋らず、ただじーっとこちらを見ている。あんなに優しかったお兄さんの顔が、まるで別人のように変わっていました。あれはもう、狐にたたられちまったんだ。近所ではそう言われるようになり、それっきりお兄さんの姿を見た人はいなくなりました。引っ越したのか、どこかの施設へ入ったのか。父も二度と会うことはなくて、あれだけ慕っていたお兄さんが、その後どうなったのかは、今もわからないままだそうです。父はこう言っていました。お兄さんはわざとやったわけじゃない。うっかり傷をつけてしまっただけなのに、あんなことになってしまった。俺は子供心に、狐とかそういう動物霊っていうのは、こっちの道理が通じないと思ったんだ。父がコックリさんにあれほど反対したのは、そういう理由でした。正直に言うと、私の父は話を盛る人でしたので、この話も半分は作り話なんじゃないかな、と思っていた時期もあるんです。でもテレビで朱色の鳥居がずらっと並んだ有名なお稲荷さんが映ったとき、私が、こんなに鳥居があってすごいな、行ってみたいな、とつぶやくと、父が言ったんです。稲荷神社にだけは絶対に行くな。確かに父は家族旅行で普通の神社やお寺にはお参りしても、お稲荷さんのあるところにだけは最後まで絶対に足を向けませんでした。そんな父を見て育ったからでしょうか。私は今もお稲荷さんにだけは近づけずにいます。後輩のマンション。体験者 Y さん、60代男性。Y さん、そういうのが得意だって聞いたので、聞いてほしいんですけど。ある日、会社の後輩が僕に相談を持ちかけてきました。彼は5つほど年下で部署も違う。普段は特に親しく話す間柄でもありません。そんな彼がわざわざ僕を頼ってきたんです。聞けばこんな話でした。彼が住んでるのは3階建ての小さなマンション。各階に部屋が一つずつしかない細長い作りの建物で、その2階に住んでいました。相談というのは彼が寝ている時の話だと言います。毎晩誰かが階段を上がってくる音が聞こえるというんです。
その音を彼は甲冑だと言いました。ガチャ、ガチャ、ガチャ、と聞こえる。日によっては、ペタ、ペタ、と歩く音が聞こえることもある。とにかく、誰かが一段ずつ上がってくる。そして、自分の部屋の玄関の前まで来ると、ピタリと止まる。ワンルームなので、玄関ドアのすぐ向こうに誰かが立っている気配を感じる。でも、それきり何も起こらない。寝入った後に起こる現象だったので、うとうとしながら、そのまままた眠ってしまう。そんな日々が続いていましたが、夢かな、気のせいだろうな。そう思ってやり過ごすようになっていました。ところが、ある晩のこと、ふと目を開けると、ドアの内側に人が立っていたのです。白い着物を着た女でした。とうとう部屋の中にまで入ってきた。あんなものを見てしまったら、とても一人ではいられない。夢かもしれないですけど、Y さん、一度うちに泊まってくれませんか？そう頼まれました。当時の僕は、なぜか職場でも人の相談事を引き受けることが多くて、こういうのも嫌いな方ではなかったんです。それで彼の部屋に泊まってみることにしました。結果、僕は日をまたいで合計3泊したのです。1日目、僕がいる安心感からか、一緒に飲んだ酒のせいか、彼はぐーぐー寝ていました。僕の方はこういう時に限って目が冴えるもので、朝まで起きていてやろうくらいの気持ちでいる。ところが、しっかり目を開けて身構えていると何も起こらない。なんだ、何も起きないじゃないか。そう思ってついうとうとと意識が落ちかける。すると何か聞こえてきました。あれ、これか。でも、その時の僕は寝ぼけていて、意識がぼんやりしていたので、音の正体をはっきりとつかめず。足音にしてはなんか違うな。そんなことを考えてるうちに、また眠ってしまったのです。2回目に泊まりに行った時は、もう少しはっきりと聞こえました。確かになんか聞こえたな。Y さん、やっぱりこの部屋、何か聞こえるでしょ？聞こえた。それは間違いない。でもあれは本当に足音なんだろうか。3回目。やっぱり彼はぐーぐー寝てしまう。そして聞こえてきました。この頃には僕の中で一つの思いが強くなっていました。これは足音じゃない。足音にしては
音質が違う。そして何より、テンポが妙に一定なんです。か、か、か、と、等間隔で刻まれている。時計の秒針じゃないか。ただどうも自分の意識がぼやっとしている。その晩も確信の持てないまま眠りに落ちました。翌朝、彼に言いました。お前、あれ時計の針じゃないのか？え？そんな大きい音しますか？夜中にシーンと静まり返ってみろ。意外と聞こえてくるもんだぞ。半信半疑のようでしたが、彼は言いました。わかりました。うちの時計、全部処分します。秒針の音がするアナログ時計を捨てて、デジタルに変えたそうです。そしてしばらくして、Y さん、あれからあの音聞かなくなりましたよ。本当にありがとうございます。彼はすっかり安心した様子で僕に報告に来ました。なんてことはない。ただの時計の音だった。これで一件落着だ。お礼にご馳走させてください。というので、彼の住むマンションのすぐ近くにある居酒屋に二人で入りました。しばらく飲んでいて気づいたんですが、少し離れたテーブルで年配の男性が二人、やけに神妙な顔をして話し込んでいる様子でした。もっと時間が経って他の客がみんな帰ってしまい、店に残っているのは僕らとその年配の二人だけ。そうするとやはりあちらの話し声がぽつりぽつりと耳に入ってきたのです。やっぱり出るらしい。うちも同じでね。何の話だろうと聞くともなしに聞いていました。甲冑の音がするって言うんですよ。白い着物の女を見たという人もいてね。僕は思わず彼と顔を見合わせました。おい、似てるぞ、お前の話と。ですよね。いても立ってもいられず、僕はその二人に声をかけました。すみません。話が聞こえてきて気になってしまって。今何のお話をされていたんですか？聞くと二人はこの近くでそれぞれアパートを所有しているオーナーさんたちでした。最近ね、住んでいる方から出るっていう相談がやたら多いんですよ。そうそう。それで退去してしまう人もいてね、困ったもんだと話していたんです。実は、こいつが住んでるマンションでも同じようなことがありまして、甲冑の音と白い着物の女を見たんですよ。そう説明すると、二人が聞いてきました。
そのマンションはどこです？すぐそこの並びのあそこです。それを聞いた二人は顔を見合わせて、はぁ、とうなずきました。マンションのところね、この辺り一帯はね、昔秀吉の聚楽台があった場所なんですよ。聚楽台とは、豊臣秀吉が京都に築いた、それはもう豪華絢爛な城のようなお屋敷です。ちょうどお宅のマンションが建っているあたりは、多分台所があった場所あたりでしょうから、その白い着物の女というのも案外、その頃の人かもしれませんね。そう言われたものの、僕には引っかかることがありました。でも、聚楽台って人が殺されるような、そんな忌まわしいことがあった場所でしたっけ？すると二人は首をかしげています。それがないんですよ。だから、私らも不思議でね。聚楽台にまつわる処刑だなんだという話は少し離れた場所でありました。でも、あの屋敷の敷地でそんな血生臭いことがあったという話は聞いたことがない。それなのに、あの一帯のマンションに住んでいる人たちが次々と同じ音を聞き、同じ女を見ている。結局のところ、答えはわかりません。ただ、あの居酒屋で赤の他人の口から甲冑、白い着物という言葉が出てきたあの瞬間、背筋がゾワッとしました。そんな噂があるなんて、こちらは知りもしないのに、奇妙な一致があり、たまらなく怖かったんです。僕と後輩の中では、時計の音だったということで納得しかけていたのですが、違ったのかもしれません。彼はそれからすぐにあのマンションを引き払いました。実はこの後輩とは、それからなぜか妙に馬が合いまして、しょっちゅう二人で飲みに行く仲になったんです。また別の話なんですが、僕らが飲みに行くとき、僕が彼の家まで車で行って、彼が家から出てきたら車を置いて二人で出かけるというのがいつもの流れになっていました。彼の部屋は建物の裏口のすぐそばにあったので、僕がその真横に車を止めると、わざわざ呼ばなくても彼の方から出てくる。土手沿いの端っこの家でね、少し行き過ぎると空き地になっていて、家もありませんでした。だから、車の往来もそこまで気にならないので、彼の部屋の真裏に止めるのが一番手っ取り早かったんです。週に二度も三度もそうやって飲みに行っていたんですが、ある日、後輩に言われました。Y さん、最近なんで向こうに止めるんですか？え？いや、なんでだろうな。
言われて初めて気づいたんですが、ある日を境に、僕はなぜか後輩の家の真裏に車を止めなくなっていました。自分でも理由はよくわかりません。ただ、なんとなく、そこから10メートルほど先の電柱しかない場所に止めるようになったんです。しばらくして彼が言いました。Y さん、気づいてないんですか？わかんないな。なんでだろう。Y さんが車を止めてる場所、最近、小学1年生の男の子が車にはねられて亡くなってるんですよ。ほら、あそこ、花が置いてあるでしょ。その男の子が亡くなった翌日から、僕がこの場所に車を止め始めたというのです。だから Y さん、なんかこの事故のことを知ってるのかと思ってました。そんなこと知るはずもありません。花にも全く気づいていませんでした。電柱のところに小さな花瓶が置いてあるだけ。言われてみれば嫌でも目に入る。事故以降、4、5回はすぐそばに止めていたそうですが、僕は一度もあの花に気づかなかったんです。なんだか呼ばれてるみたいで怖くて、それ以来、車を置く場所は全く別のところに変えました。これが僕と後輩が体験した話です。帰りの会。体験者 N さん、40代、女性。私が通っていたのは東京の外れにある小さな小学校でした。東京といってもすぐ隣はもう神奈川県。県境を川が一本流れてるようなのどかな田舎町です。学校の目の前には牛舎があって、もう、という鳴き声が聞こえてくる。少し山の方へ行けば養鶏場もあって、風向きによっては独特の匂いが漂ってくる。校舎は当時でも築100年ほど経っている古い木造の建物。そんな学校でした。これは私が小学校の1年生か2年生だった頃の話です。空は薄く曇っていて、日差しがぼんやりと霞んでいる。そんな日でした。小学生の時は帰りの会ってありましたよね。一日の終わりに担任の先生が教壇に立っていろいろと話をする時間。正直退屈で、私はいつもぼーっとしていました。窓際には先生の机があり、その横に木でできた棚があって、棚の上の壁には小さな鏡が取り付けてありました。30センチ四方くらいのなんてことのない四角い鏡です。窓側の前から2列目だった私の席からは、斜め前にその鏡が見えていました。
早く終わらないかな。そう思いながら、私はぼんやりとその鏡を眺めていました。そういえば鏡ってどうやって映ってるんだろう。くだらないことを考えながら鏡の中に映る教室をなんとなく見ていた。その時、鏡の中の景色がゆっくりと揺れ始めたのです。大きな地震が来る時みたいにゆらりゆらりと。鏡の中の揺れはだんだんと大きくなっていきます。私はあっけに取られたまま鏡を見つめていました。揺れているのは鏡の中だけだったんです。鏡そのものは壁に張り付いたままピクリとも動いていません。地震なら教室ごと揺れるはずなのに、先生もクラスのみんなも何事もなく座っています。鏡の中の景色だけが上へ下へと激しい縦揺れが起こっていて、しまいには何が映ってるのかもわからなくなりました。揺れ始めてからだと1分以上は見ていたはずです。だんだん怖くなってきて、これは誰かに言わなきゃと思いました。私は鏡から目を離さないようにしながら、隣の席の男の子に小さな声で話しかけました。ねえ、見て、鏡の中、揺れてるよ。そう言いながら、ちらっと男の子の方を見て、また鏡に目を戻すと、いつもの鏡に戻っていたんです。教室の景色を静かに映してるだけ。私は男の子に、なんでもない、と言ってごまかしました。あれから数十年経ちますが、やばいやつだと思われたくなくて、今日までこの話を人にしたことはありませんでした。あの体験は私だけ時空の狭間というか、世界の隙間と言いますか、そういうところに一瞬入り込んじゃったのかな、と思っています。53人。体験者 N さん、50代男性。京都のお寺で住職をしている N と申します。実は私、お寺の一角で鍼灸院も開いてるんです。お坊さんと針の先生、その二足のわらじでもう長いことやっています。今でこそ寺で一人でやっていますが、昔は違いました。以前は京都の街中にテナントを借りて友人を一人誘い、二人で鍼灸院をやっていた時期があるんです。ベッドを二つ並べて患者さん一人にたっぷり1時間。そうやってじっくり治療するのがうちのやり方でした。これはその頃の話です。うちに Y さんという常連さんがいました。
一緒にやっている友人の知り合いの方で、もう何度も通ってくれている気心の知れた患者さんです。ある日のこと、その Y さんがいつものように治療院に入ってきた。その瞬間、ぞーっとして、私と友人は思わず顔を見合わせてしまいました。なんだ、これは。うまく言葉にできないのですが、とんでもない雰囲気なんです。パッと見はいつもと同じ Y さんにしか見えない。なのに、なんか今日はこの人あかん。そんな感覚が私たち二人を同時に襲いました。友人は私よりもそういった類に敏感な男です。Y さんを一目見るなり、突然トイレに駆け込み、吐いてしまいました。でも Y さんは友人の患者さんです。放っておくわけにもいかず、トイレから戻ってきた友人は、ものすごい顔をしたまま、Y さんの治療を始めました。どっちが患者なのか分かったものじゃありません。Y さん、どうしたんですか？何かありました？いや、何がですか？本人は至ってケロッとしたものでした。でも友人が治療をしながら話を聞いていくうちに原因が見えてきました。どうやら Y さん、少し前に心霊スポットに行ってきたらしいんです。しかも何回も。友人が半切れで言いました。Y さん、お願いですから、変なところに行かないでくださいよ。そういうとこ行ったらダメなの？ Y さんの治療を何とか終えた。そのすぐ後、次の患者さんがいらっしゃいました。この方がまた少し変わった方でしてね、霊能力者なんですよ。お仕事としてやられていて、もともとは東京にお住まいだったのが、東京で大きな地震がある。怖いから京都に来た。と言って、京都に移ってきた方でした。この方が、うちの治療院に足を踏み入れたとき、開口一番、こう言ったんです。これ、何？え？何ですか？ダメだよ、これは。今日はもう治療してもらうどころじゃないよ。治療室の中をぐるりと見回して言いました。いっぱいいるよ。ちょっと今から一人ずつ上に上がってもらうからね。この空間いっぱいに幽霊がいると言います。そして何やらゴニョゴニョと唱えて手を上にスッと上げ始めたんです。はい、あなた、上、行って。はい、次の人、行って。かれこれ、1時間近くやっていました。しかも見ていると、霊能者さんが幽霊と何かを話してらっしゃるんですよね。こんなところにいちゃダメだよ。早く上がって。
みたいな感じで、呪文のようなものを唱える合間に、普通の会話を挟んでいたのが印象的でした。そして、全部が終わったタイミングで話しかけられました。いやー、全員上がってもらったよ。53人ぐらいいた。普段の仕事よりきつかったよ。そういえば、霊能者さんは最初、一人一人上げていたのに、途中から、あなたたち上行ってとか言って、まとめて上に上げていたのを思い出しました。結局、この日、霊能者さんはお題を取らずに帰っていったんです。53人を引き連れてやってきた Y さんは、今でも私の治療院にいらっしゃいます。困ったことに、時々なんか変な雰囲気を持って来られます。相変わらずご本人は全くの無自覚です。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。翔太です。最初の話は長く住めない部屋という話でした。はい。普通に、殺人事件がこの方が住まれてる時に起きたとねいうことですよね。この方が言ってたのは、多分エレベーターで刺されたわけじゃなくて、その高齢の夫婦の部屋で刺されて、で逃げてきてエレベーターに行ったっぽいみたいな話だったね。裏話なんですけども、この家がですね、結構、11階建てとかなんだけど、UR の住宅なんだって、賃貸の。だから家賃が安めだと。いいよね。UR でそういうのあるんだと思って。確かにね。CM とかさ、テレビで流れてるの見るとさ、ちょっと団地っぽかったりとかさ、建物が。そうね。ね、イメージあるよね。吉岡里帆さんが出てる CM とかね。見ないか。でも最近 CM 見てないな。そうだよね。テレビ見ないと見ないよね、CM。そうね。知らないか。YouTube のね、CM とかね。なんかめちゃくちゃ長いのあったりするんでしょ。前に言われたのが、ごま団子さんの動画を聞いてて、CM が流れ始めたと。で15秒ぐらいで終わるよなと思って聞いてたら、そのままずっと1時間ぐらい聞いてたっていう。1時間それ CM 長すぎて？そう。なんかその人が通勤の時、片方の耳にイヤホンして、で、自転車漕いでたんだって。だから、帰らないんだ。15秒ぐらいで終わるよな、つって、そのままこう走ってたんだ、らしいんだけど、ずっと流れてたらしいね、そっからね。で、こう、会社に着いて、終わんないなんだこれと思って、その画面を見たらしいのよ。これ、何分なんだっつって、それで1時間ぐらいあったんだ。1時間ってそんな喋ることある？コマーシャルで。いやー、わかんないんだよ。でもね、確かにあるんだよね。そうなんだ。さあ、次のお話は、たたられちまったでした。はい。裏話で、この家のそのお父さん、話してくれてたお父さんの家がさ、結構複雑で、このお父さん生まれたのはラーメン屋さん。実家がラーメン屋さんなんですって。で、この人がその養子に出されるっていうきっかけになったのが、そのお姉ちゃんがいて、で、下に生まれたばっかりの弟もいると。で、この3人を育てながら店を回すのは大変だっていう。このラーメン屋さんがね。で、そこで息子が欲しいって言ってた近所のお蕎麦屋さんがいたんだって。で、そこに養子に出したって。で、出されたのがこのお父さん。で、大学卒業まで蕎麦屋の、とこにいたと。
昔っぽい話だよね。確かにね。なんかたまに聞くじゃん。大家族でね、養子に出されてたみたいな話。本当にあるんだ、みたいなね。麺屋から麺屋に行ったってことだよね。そうだね。なんか意図してあったのかね、なんかね。面同士で気持ち通じる部分があるんじゃないかみたいな。そんなことないだろ。そんなことないよな。さあ、そして次のお話は、後輩のマンションでした。はい。これがね、はい。いや、面白かったな染みた。染みましたね。僕結構、土地の話とか好きなんですよ。昔、ここはどういう場所だったかみたいなとかさ。いや、面白いな。しかもさ、周りのそのね、人たちが同じ経験をしてるっていうのがまた怖くない？怖いね。いや、面白かったな。裏話で、この事件が起きた30年後ぐらいに、仕事でたまたまこの方、その辺通ったんだって。そしたら、もうマンションなくなってたそうで。へえ。だからどういう経緯でマンションがなくなったのかは、まあわかんない。普通になくなったのか。マンションなくなるって相当じゃない？マンションってさ、まあ50年だったかな、普通の耐用年数昔は。今どうかわかんない。でもメンテナンスすれば全然まだまだいけるみたいな、確か話だから。潰すって、ね、まあそうだね。何なんだろうね。相当だよな。次の話、帰りの会という話でした。はい。鏡の中がグワングワンになってるというお話でしたけどもね。はい。いやー、こういう話もいいんだよな。裏話がですね、この人が言ってたのが、まああれだけ揺れてたら、私以外の人も絶対に見てるはずだと思うと。でもその時間、帰りの会の時間、鏡見てたのは私だけだった。その後ね、こういう鏡の体験はないんですって。で、一応僕がね、聞いたんですけど、そういうのを見たらなんか不吉なことが起こったりとかないんですかって聞いたら、まあ、特になかったと。っていう話です。さあ、次の話は53人でした。はい。まあ、お寺の、住職さんが語ってくださった話ですね。はい。まあ、住職と、しかも、週3日、鍼灸院をやってるという。はい。なんとも面白いよね。面白いね。お寺でやってんだよね。ねえ。まあ結構実際は針灸院らしいんだよね、調べたら。あ、そうなんだ。鍼灸じゃないんだ。まあでも、まあ鍼灸でもいいみたい。読み言葉がそのままオフィシャルになってってる感じか。そうそう。鍼灸の方が一般的らしいんで、まあ僕は鍼灸と読ませてもらいましたけど。まあ、だからなんだって話ですけど。いや、わかんない。たまにね、コメントで言われるからね。まあまあまあ。裏話で、他の方でも、まあたまにその場に変なものを置いていかれる人がいると。そういうお店になってるってことみたいなね。なんか連れてきたな、みたいな。で、今もこの店の常連として来てくれてる Y さんなんですけど、ね、まあある日今日どうですかって聞いたら、すこぶるいいですよって言ったらしくて、じゃあなんで張り来てんねんって思ったって。本当かっていうさ、なんかまた感じてんじゃねえかっていうこと。ね。ちょうどなんか家で置いてきたいなみたいな感じになる。そろそろ下ろすかつって。あの店行けば全部引き取ってくれるからな。なんか軽くなんだよな、あそこ行ったら、みたいなね。そうことかもしれない。はい、ということで、今回の心霊は以上となります。はい。メンバーシップ入っております。メンバーシップに入っていただくと、本編では入りきらなかった2人の話が、メンバーシップ入っていただくと、それが聞けます。はい。そして、視聴者様に怪談を聞く会も、やっております。8月は鹿児島？そうですね。なので、そちらの詳細も概要欄に記載しております。はい。そして、7月24日、岩手でイベントに、参加させていただきます。はい。
その応募の URL とかも貼ってあります。なので皆さんね、ぜひ来てみてください。はい。じゃあまた次の心霊でお会いいたしましょう。ごま団子と翔太でした。おやすみなさい。